その当時女性っていうのはございません。だから本当の先人先代はこんな中を苦労してこのふるさとを私どもに引き継いでいるということから考えると、今農業がなんとか政治が悪いとか農政が悪いとかなんとかごちゃごちゃって言うんですが、今一度少し顔もしてもいいんじゃないかと、原点に戻るともっと別な生き方があるんじゃないかな。これは夏目の林ですか。はい、はい、これが朝倉山です。ああ、そうですか。ね、朝倉義景さんの出城があったところ。はいはいはい。でここそれ夏目地区のシンボルがその朝倉山という山のふもとにある地なんですけれども、で650年ぐらい前から夏目の庄という荘園がありまして、プラスチックで創業しまして40数年こちらで業をさせていただいている、そのお盆返しという一つの意味もございまして、過疎化も進んでおりますし、高齢化も進んでおります。でその中でやっぱり土地の活用を含めて夏目村の夏目でですね、全国にそういった形で発信させていただければというところで取り組ませていただいたんですけれども、もう奈良時代に渡ってきたと言われているので、もう産地化というか、もうどこにでもあるものではあるんですが、それを果実にとか産業でというようなそういう果樹栽培を始めたのがどこにもなくてですね、中国行きますと約300種類の夏目の木があるんです。その夏目がどの木を持ってきたらいいかについてはいろいろ試行錯誤したんですが、全部失敗に終わるんです。したがって一番後で考えたことは、一番後発でものを考えることに長けているのは韓国の方が長けているんです。とにかくものすごく世界中調べて一番いい種類を持ってくるっていうのは韓国の実は国民性だと思います。で一番最後に知るんですね。でリンゴにしても青森が産地と思いかしませんが、韓国行って習った方が韓国のよっぽど優れているんですね。ですから夏目も実のところ行って中国からも輸入したりいろいろやったんですが、結論的に申せば韓国で最後になって教わったというような形でございます。海外から植物を入れるとなりますと、砂粒一つついててはダメなんですね。水洗いして、それからのスタートでございましたので、まずは実がつくかどうかもわからないところだったんですけれども、中国、韓国では本当に何千年と実はなり続けるとか、強い植物だということを伺ってますので、きっとこの福井の地にも根をつけるのではないかというところで始めさせていただいたんですけども、平成13年頃からその韓国のその苗木を始めまして、15年ぐらいにようやく100キロ、200キロ取れましたというところだったんですが、もともと父の思いは付加価値をつけて、今までで言われる生産物っていうんですかね、農産物のような取り組みではなくって最初から通じてお客様にご提供するものからスタートするというような方向で、設備投資もすごいプラントを先に準備万端で夏目の知名度を上げると同時に生産量と設備と同時進行で始めたというところなんですが、現在では一般の小売という店頭販売というよりもインターネットからの販売が主にもなっておりまして、で日本全国本当に北海道から沖縄の方までダイレクトに消費者の方がご注文いただけているというような状態でございます。でおかげさまで需要がまだまだ追いついてないんです。生産がですね、年間通じてようやく皆様には今の段階でようやく安定してっていうところなんですが、ここまたちょっと需要が多くなりまして、9月収穫なんですけど、収穫を待たずにちょっと今年はまた欠品をしそうな感じで。それでとにかく夏目っていうと今現在では日本では私どもしかございません。外国ではあるんですが、しかし日本の国産って言ったら私どもしかないということで、これを一つのブランド化しまして、そしてそれと産業とそれとまたそれに
またその地区の農業製品を同時に加工していけば、またそれからまたそれをそういう加工とかそういうことをすればふるさとの活性化になるであろうっていうことで、実は僕ももう85になっておりますので、今ね、ふるさとへ何を残すのかというと、やはりふるさとをやはり先人先代の遺徳の上に立って子孫に残す責任があるんであろうというようなことでこれを始めまして今日に至ったということでございます。